にちは、マリームです。あなたは今幸せですか？ということで、もういくらか進んでましたけど、ローマです。今回早速泊まったホテルから動画がスタートするんですが、もうロビーから綺麗ですね。ここは4つ星ホテルでした。お部屋もこんなに綺麗です。天井も高くて、イタリア人ってこんな身長高いのかなって思いましたね。はい、嘘です。これは、13時13分。アレクサがいます。こちらがバスルームで本当に綺麗で、めちゃくちゃ綺麗ですよね。これ私か。冗談はさておいて、大理石調の壁になってて、トイレその隣はなんとお尻を洗うところらしいです。次は窓からの景色なんですけど、これも本当に綺麗で、左にはパンテオンが見えます。めっちゃ綺麗ですよね。私か。ちゃんと真面目にやっていきたいと思うんですが、ローマ法王が着てるようなものが売っていて、バチカン美術館からスタートします。バチカン美術館は世界でトップ5に入る入場者の多い美術館です。事前に時間指定のチケットを予約しておかないと数時間待つ羽目になります。丸い屋根の建物はサンピエトロ寺院の大クーポラです。絵画館ピナコテッカから入ります。最大の見どころ、システィナ礼拝堂や彫刻が展示されているピオ・クレメンティーノ美術館、ラオコーが展示されている八角形の中庭など、バチカン美術館は20以上のエリアから構成されています。見学コースの全長が7キロにも及び、内部の構造も複雑です。すべて見学すると5時間以上かかるそうで、今回私は少し巻きで回ったんですけど、それでも3時間かかりました。中央にはラファエロが描いた3枚の絵画があります。イエス・キリストが弟子たちの前でモーセたちと語り合いながら光り輝く姿を描いた主イエスの変容です。いろいろ見てたらお腹も空いたのでフードコートにやってきました。ここで食べたのはブロッコリー、トマトパスタ、ラザニアで、パンとキウイの原型です。ガンツみたいな球体のある中庭を抜けてエジプト美術館に入りました。ミイラがいる。あなたは今幸せですか？猫たちもいて可愛いです。お次は八角形の間です。教皇ユリウス2世のコレクションであるベルベデールのアポロやかのラオコーンもここに展示されています。ラオコーンはすごすぎてちょっと撮るのを忘れました。こちらは動物の間です。可愛い彫刻がたくさんありました。これはミューズの間で、天井にはアポロとミューズのフレスコ画が描かれています。その下はベルベデールのトレソです。円形の間です。天井は集合体恐怖症の人は気をつけてください。そして進むとタペストリーのギャラリーがあり、その奥には地図のギャラリーが続いています。で、無限在の御宿りの間を通りシスティーナ礼拝堂へ向かいます。礼拝堂は撮影禁止のためもう外です。本当に感動したので皆さんぜひ行ってみてほしいです。この広場の丸いポイントに立つと柱が1本ずつに見えるというトリックアートみたいな構造になっています。これはお土産で小さいセンス買っちゃった。で、これはローマとバチカンの国境沿いでやってみたかったこと。次は名前から何のお店か察することができるレストランです。タコの前菜とかパルマハムとかカルボナーラが本当に全部美味しくて、で外に出たらちょっと暗くなってて、やっぱり綺麗だね。同じヨーロッパでも住んでるオランダとは建物の外見とか全然違いますね。ホテルに戻る前にジェラートを食べました。ピスタチオとチョコミントにマカロンがぶっ刺さったカロリー爆弾です。ホテルに戻り1日目は終了です。2日目の朝はホテルのビュッフェからスタートします。めちゃくちゃ美味しそう。蜂の巣、イタリアでは真ん中から食べるのかな。もりもりで取りすぎました。ロ
ローマでは警官がお馬さんに乗って巡回しているようです。ブリンブリンだね。ローマといえばと言っても過言ではないコロッセオに来ました。めちゃくちゃでかい。目の前を歩いてるカップルが身長10メートルぐらいだったんですけど、いやそれでも全然大きかったですね。コロッセオはローマ帝政期であった西暦80年に完成し、なんと5万人以上を収容したと言われる巨大な建築物です。ローマ市民の不安をためないための娯楽施設として作られ、猛獣と人間や人間と人間、お昼には公開処刑を行っていたそうです。これを当時は食事をしながら観戦していたみたいで、正気の里じゃないですね。コロッセオの次はサンタマリア・デ・ア・ビットリア教会へ行きました。ベルニーニはローマのために生まれ、ローマはベルニーニのために作られたとの格言でおなじみ、彫刻家ベルニーニの聖テレジアの宝越があります。これはね、大学の時にレポートで書いてから直接見たかったものなので、本当に感動しました。そしてまたジェラート屋さんに来ました。別腹です。ここはすごいクリーミーでめちゃくちゃ美味しかったな。これなんかトイレに便座がついてないんだけど。そしてこちらはローマの休日で有名なスペイン広場です。イタリアのローマにあるスペイン広場というなんとも散らかる名前ですね。スペイン大使館が近くにあるのが名前の由来らしいです。この長い階段を登ってトリニタ・ディ・モンティ教会に入りました。そしてプラダなどハイブランドがあるエリアを抜けるとトレビの泉。はい、じゃあここでマリームを探せ。どこか分かった人はコメントで教えてね。大混雑だったので一旦トレビの泉から移動したんですけど、道が狭すぎて車通るのめちゃくちゃ大変そうで、私が運転したら絶対ミニ四駆みたいになっちゃう。トリックアートが魅力の聖イグナチオ・デ・ロヨラ教会を見て、真実の口に到着です。口に手を突っ込んだ後に教会を通って出るってことは知らなかったので驚きました。またベルニーニの手がけた噴水があるので見たかったんですが、修復工事中でした。その向かいにあるのはサンタニエゼ・イン・アゴーネ教会です。ベルニーニのライバルであるボロミーニが手がけています。これ名前が似ててたまに混乱しちゃう。祭壇の上から光が差しててめちゃくちゃ綺麗でした。パイプオルガンの下にはローマ教皇イノケンティウス10世のお墓もあるそうです。そしていきなりワープしてまた別の教会です。サンルイージ・デン・フランチェージ教会にはイタリアを代表する画家のカラバッチョの作品があります。この聖マタイと天使は突然現れた天使がマタイに旧約聖書の重要な預言者の名前を伝えるシーンです。そしてついにパンテオンです。直径約44メートルの丸いドーム屋根は無菌コンクリートで作られたものの中で世界一の大きさを誇ります。また集合体恐怖症の人は気をつけてください。これはもう感動しすぎて2時間ぐらいずっといました。あ、お馬さんいた。幸せですか？そしてご飯はイカリング、パエリア、ピザ、カルパッチョ。これもとても美味しかったです。回転ティラミスがありました。そしてまた夜にトレビの泉に戻ってきました。ローマに来たのになぜトレビの泉にコインを投げないと思った方、安心してください。1セント放送客。歩いてる途中に見つけたのは絆創膏とか生理用品とかが売られている自販機。緊急時にとても助かるからいいなと思いました。そしてホテルに戻ってきたらなんか外でお祝いしてた。誰だか知らないけどおめでとう。そして最終日のビュッフェ。前回の失敗から学んで過去の過ちを繰り返さないよう量を減らすマリームでした。